校入っていっちゃん最初の仕事何？一番最初の仕事はナンジャタウンっていうところに店舗テーマパークですね、にあった今もうないですけど、ファイヤーブルっていうライドものの 3DCG を作りましたね。へえ。でそれ今考えるとすごいんですけど、ゴーグルつけて HMD でこう VR で向きをいろんなところ見れて、しかもライドの乗り物の中がグリーンバックになってて、自分の手とか隣の人が透けて見えるんですよ。だから合成されてるなんか AR と 3D が合体したようなやつやってたんですよ。25年先取りしてるやん。いやだからもう当時すごいやってて、今また来たかと思いましたけどね、 AR と VR。 ナムコのテクノロジーすごいな。当時あれなんですよね、ちょっと話が細かいんですけれど、大体 3D ゲーム会社が 3D やりたいなと思い始めてた時代でいろんな会社が導入してる時にちょうどその一方で米ソの冷戦が終わっていて、で軍事産業でシミュレーターとか作ってた会社が仕事がどんどんなくなってってエンタメ方面に売り込みに来てた。だからいろんな会社のそういう 3D のゴーグルとか VR とか全部その軍事系の会社から来てる。いやなんかそういうね、こう逸話というか都市伝説もよく聞くけど、いやどこまで信憑性あんのかなって思ってたけど。いやそれ結構有名な話ですよ、この会社が作ってたっていう。もともとほらウォーゲームなんかもさ、戦争シミュレーションで全然ゲームじゃ最初はなくってっていうね話もよく聞くけどさ、どこまで本当なのかなと思ってたけど、軍事産業からスピンアウトしたって言ってますけど、そもそもそれ軍事産業に売り込みを成功したかどうかは知らないんで、いろいろやっててそういう箱をつけたくて言ってたのかもしれないですけどね。そんななんか今はもうなきゲームのデザインをしてましたね。ナムコ結局何年いたの？ナムコ何年の7年ぐらい、僕あんまり年数覚えられないですけどね。最後の仕事なんだって？最後の仕事はですね、具体的には企画を新企画を立ち上げるとしてポシャったんで、それが最後なんですけど、製品として出たのはタイムクライシス2かな。おお、あれも PS2 か。いやあれは、僕いたのゲームセンターのアーケード。そうなんだ。AM アミューズメントですね。アミューズメントだよね。ゲームセンターの基盤のゲームを作ってましたね。じゃあ横浜クリエイティブセンターにいたってこと？そうです。 YCC にいましたね。神奈川新町の。はい、そうです。あとなんでナムコ嫌だったの？いやなんか企画は立ち上がらないとか、なんか作りたいものはあんまり作れないなっていうのもあったんですけど、そもそもは僕はゲームセンターのゲームを作りたくて、で理由は何でかっていうと世界で一番すごいハードウェアが使えるから。それも大学の入学と一緒なんですけれど、当時ナムコってシステム22っていう業界で一番速い 3D のグラフィックボードを持ってたんですけれども、その後にだんだん PC のNVIDIA とか、あとソニーとかが追いついてきたっていうか、その人たちがエンタメに入ってきて、でやっぱり資本力でかなわないじゃないですか。でどんどん負けていく中でプレイステーション2が出たんですよね。でもうこれはナムコ勝てないって話になって、でもうアーケードゲームが 3D グラフィックの最高峰の時代は終わりました、ガラガラピシャってなって、僕の人生そこで終わりと思って、もうなんか自暴自棄になってやめたって感じですよ。イメージ的にはなんか映画業界を目指してたら映画業界が衰退してビデオやってますみたいな、そういう感じで今暮らしてます。それでけどキャビアに行ったわけじゃん。その後が、ソニーコンピューターエンターテインメント。SC か。そうですね。だからプレイステーション2が一番すごいハードだっていうから。なるほどなるほど。それでじゃあソニー SC 行っていわゆる家庭用。SC で何やったの？ SC はフェーズパラドックスっていうアドベンチャーゲーム入って2年ぐらい、それのちょうど作ってる途中から入ってマスターぐらいまでいて、それで辞めたんですけど、それもデザインやってましたね。そこまでアーティストなんだ。そうですね。それなんでやめたの？いや上司とそれが合わなくて、簡単に言うとにされたんですけど、当時とソニーとかってにはできないんですよね。だから微妙な感じでされたんですね。そこは資質もいろいろ横行してると思いますけど、なかなかもう大変だなと思いながら。なかなかね。なんだろうな、仕事なくなっちゃったと思ったんですよ、その時に。でなくなっちゃったと思ったけど、明日からスノーボードだから行かなきゃと思ってやった次の日にスノーボードにみんなで行く約束してたから、
スノーボードの宿に泊まってる時に電話がかかってきて、キャビアって会社でアートディレクター探してるけど入らないって言われて、で入ったのがキャビアですね。それ電話かけてきたのが岩崎さんっていうプロデューサー。ああ、岩崎さん。はい、今はいるかね、社長なんですけれど、ドラッグオンドラグーンのプロデューサー、開発のプロデューサーをやってる人ですね。はい。キャビアって結局何年いたんだっけ？キャビアは結局何年いたの？それも7年ぐらいちょっと覚えてないですけど。ドラッグ1、2。ニーヤまで作ります。そうか。ニーヤの最初のやつか、レプリカントまでかやって、でそこから完全に独立だよね。そうですね。キャビア辞めて独立してからはどっか所属はしてないです。してないよね。けどさ、今までね、サラリーマンとしてゲームクリエイター人生歩んできてさ、アートやったり、それこそキャビアではディレクションやってね、自分の思い描く世界観でゲーム作ってさ、いきなりゲームディレクターが一人で独立してね、仕事をうまいこと、回るって最初思った？フリーのゲームディレクターってほぼいないじゃないですか。いないよ実際。いない状態で今やらせていただいてるんですけれど、これはもうたまたまで、ゲームディレクター別に辞めるつもりだったんですよ。キャビア辞めた時普通に。そう。でなんか別の仕事やって生きていこうと思って、もうなんか当時ニーヤレプリカントが出た時にちょうど日本のコンシューマーゲーム業界があんまり景気が良くなくなって、新企画が通らない時期が続いてて、でその時にもうなかなか通らないし、この会社もうなんかダメだし、もう辞めるかと思って辞めて、なんか別の仕事やりたいなと思って辞めました。普通にゲームじゃない仕事やろうと思って。それ何やっぱり今やってるようなその小説だったり漫画の原作だったりとかってこと？そうです。なんか僕考えてたのもうちょっとなんか違う雑誌みたいなのを作りたいなと思ってたんですよ。雑誌？雑誌ってなんだろうな、漫画とそのなんかアンアンを合体させたようなのを作りたいなとぼんやり思って。アンアン？なんで？説明しづらいな。まあな。当時思ってたのが、漫画って僕好きだったんですけれど、漫画とかあと小説とかって頭から読んで最後まで読まないといけないじゃないですか。いやそりゃそうや。ですごいしんどいなと思って、でも雑誌って頭から読まなくていいじゃないですか。まあ好きなとこで読める。そういう物語を作ってみたいな。もっとカジュアルにしたかったってことね。なるほどなるほど。けどそれは別に今はもうやろうと思えばできるんじゃない？できるんですけれど、それをやりたいなと思いながら、でもすぐそれできるわけないじゃないですか。だからバイトで食いつないでいかないとなと思って、その時にいろんな方にお声掛けいただいて、バイトみたいにいろんなお手伝いをしながら生きてたんですよね。なるほど。了解、わかりました。